食、住。これは衣服と食物と住居のことであり、この3項目が人間が暮らしていく基礎である。それはつまり、この3項目が楽しくなることで、暮らしが楽しくなるということだ。今日はこの衣、食、住のうち、食を楽しくしてくれる我が家の愛すべきアイテムを紹介していく。アイテムは全部で5つ。それでは早速紹介していこう。まず一番最初に紹介したいのはこいつ。バルミューダのトースター。このトースターはデザインが本当に素晴らしいと思う。ここで言っているデザインとは見た目のことだけでなく、この商品から得られる全ての体験に対してのことである。とはいえ、まず見ていきたいのはこのスタイリッシュ極まりない見た目。これはもはやインテリアだ。僕の家はキッチンが狭いので部屋に置いているがめちゃくちゃ馴染んでいる。むしろ部屋の雰囲気をこいつが上げてくれている。もう最高の相棒。アイアンでマットな質感と角丸で四角いフォルムが見ているだけで楽しくなる。ただ見た目だけではないのがバルミューダだ。このトースターで焼くとスーパーで売っている普通のパンも一気に高級店のパンへと進化する。美味しい焼き方を徹底的に研究した結果、前半は水蒸気とともに温め、後半に一気に高温で仕上げるという方法にたどり着いたらしい。そしてパンの種類にも対応していて、それぞれのパンに適した焼き方をしてくれるというまさに変態的なこだわりにはもうゾクゾクする。このダイヤル周りを操作する時の感触と音もすごく絶妙で、ずっといじっていたくなる。このダイヤルのおかげで食べる時間だけではなく焼く前の時間も楽しくなる。そして極めつけはこの小窓。このピザ窯を覗いているかのような可愛い小窓がパンが焼けるまでの待ち時間さえもときめく時間に変えている。結果的に僕はパンを焼こうと思ってからパンを食べきるまでずっと楽しい。このトースターは僕の生活を楽しくしてくれる最高のトースターである。それでは次のアイテムに行こう。2つ目はこちら、鉄フライパン。これも本当に料理を楽しくしてくれるアイテムだ。鉄フライパンは耐久性が高く丈夫で焦げにも強いという特徴がある。なので目玉焼きなどを焼いても簡単にすくうことができる。そして焼いている時の音も最高に気持ちいい。焦げもつかないのでさっと水洗いするだけで OK。 洗い物もすごく楽になる。便利で使いやすいという楽しさはもちろんだが、鉄フライパンの一番楽しいポイントは育てていく過程である。鉄フライパンは最初に焼き入れという作業を行い、塗装を焼き切ったり油を慣らしていく必要がある。そして使用後も定期的に油をなじませる必要がある。こう言うと少し手間なんじゃないかと思う人もいるかもしれない。だがこの作業はやらなければいけない家事というよりもはや趣味の時間に近い。お気に入りの革靴を磨いたり、大好きな観葉植物に水をあげる、そんな感覚だ。この一つのアイテムを育てていくことに楽しさを感じ、結果料理も楽しくなっている。それでは次のアイテムに行こう。3つ目はこちら、大きいまな板。これは我が家のキッチンの課題点を解決してくれた救世主である。我が家のキッチンの課題点、それはシンクとコンロの間のスペースが狭いということだ。ここは食材を切るスペースになるので、狭いと作業が窮屈になる。この部屋に住み始めてすぐの時はなるべく小さいまな板を縦長の方向にして使っていた。だが一つの食材を切るだけで埋まってしまうので、それがすごくストレスだった。そんな僕に食材を切る楽しさを取り戻してくれたのがこの大きいまな板。このまな板をシンクにまたがせて使うことで切るスペースを爆発的に増やすことに成功した。そしてシンクとコンロの間のスペースは食材や食器を置いておくスペースにできるようになった。その結果、料理の際に使えるスペースが増えた。
狭いキッチンでもストレスなくスペースを広く使えるようにしてくれたこのまな板にはもはや愛しかない。そしてこのまな板の素材は木なので、食材を切った時の音もすごく心地がいい。料理を楽しくしてくれるこのまな板は最高のまな板だ。それでは次のアイテムに行こう。4つ目はこちら、ハサミポーセリンの食器。食は味だけではなく目でも楽しむものだと思っている。そして食器が与える食への影響はすごく大きいと思う。だがこれまでいろいろタイミングもあっていい食器を購入するということはできていなかった。そんな時に今年の誕生日プレゼントで彼女が僕にプレゼントしてくれたのがこの食器だ。このマットな質感でどんな料理も引き立ててくれる食器のおかげで毎日の食事がまた一段と楽しくなった。そしてこの食器のいいポイントはスタッキングができる点だ。ハサミポーセリンシリーズの食器はほとんどぴったりスタッキングできるので、今後食器が増えていった時に収納しやすい。インテリアとして置いていても様になる。次のアイテムに行こう。最後5つ目はこちら、お盆。これは定食を作る時に使っている。このお盆を使うことでその定食に定食感が生まれる。その雰囲気を出すためのほんの些細な部分ではあるが、僕は毎回の料理も一つの作品だと思っていて、その作品に対しては細部までこだわりたい時がある。僕は定期的に和定食を作って心を和ませる時があるのだが、その時はこのお盆の上に一つずつ料理を乗せていって一つの作品を作るような感覚になることで癒しを得ている。ちょっと変態的なこだわりの話なので、なんかよくわからんって人は4回ぐらいタップしてちょっとスキップしてください。ただ料理を作るという行為はそんなこだわりや完成までのプロセスも楽しい。だから僕は料理が好きだ。これは300円で購入したもので値段的にも買いやすいので、皆さんもぜひ和定食作り癒しタイムを体験してみてはいかがでしょうか。というわけで今回は食を楽しくしてくれる我が家の愛すべきアイテムを5つ紹介しました。皆さんのお家でおすすめのアイテムなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。